はい、こんにちは。本日は対談シリーズになります。今日はですね、マレーシア、こちらでですね、日本人として会社を作って、日々奮闘している会社、世界マルシェさんのファウンダーである杉山亜美さんと対談をさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日の動画はですね、この亜美さんの経験、それから日々のですね、リアルを通じて、日本で見てる方々が、海外で起業して活躍する方ってこういう方がいるんだなとかですね、自分ご自身がこれから海外で働きたいなと思う方の参考にしていただいて、またリアルをですね、ぜひぜひ感じ取っていただいて、そしてさらには世界マルシェさんをみんなで応援していこう。そんなね、モーメンタムが作れるような動画にしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ということですね。亜美さん、本当お忙しい中ね、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。今日前半部分ではですね、特にその亜美さんが今どうしてマレーシアにいらっしゃって、この世界マレーシアをやってるかという、亜美さんの Why マレーシアをちょっとこう紐解かせていただいて、あとはですね、世界マレーシアさんのお仕事の内容、見てる方がこんなことをやってるんだよっていうのがわかる感じで、理解を深めてもらいたいなと。で、中盤から後半はね、マレーシア独特のというか、やっぱり外国人の方とね、お仕事するの大変だと思いますけど、マレーシア小習慣もある中で、いろんな人種の方もいらっしゃると思いますし、そういう苦労話と、あとどうやってね、うまくローカルの方々とお仕事をうまく回していくか、ご一緒されてるか。で、最後はですね、今後のね、展望を語っていただこうかなと、そういうような構成で考えてます。ということで、亜美さんたくさんね、いろいろ取材とかも受けられてると思うんですけど、なぜ今、マレーシアにいて世界マラションをやってるか、亜美さんのちょっとこう経歴も含めて、紹介的なところも含めて、そこからスタートしていただけますか？そうですね。ありがとうございます。改めまして、世界マレーシアの杉山と言いますけど、私は最初にマレーシアに来たのが今からだいたい10年ぐらい前で、実は結構小さな時から起業するって決めてて、なんとなく。で、30歳になるまでに海外で起業しようっていうのを決めてて、だいたい27歳ぐらいの時に初めて海外で起業したのがマレーシアでした。で、その時、どうせ起業するなら、地元に貢献するようなことがやりたいなと思って、私地元静岡なんですけど、静岡の県産品である日本茶、お茶を輸出し始めたのが最初の東南アジアでの起業でした。で、なんでマレーシアだったのっていうと、いくつか理由はあるんですけど、成長するマーケットでワクワクしたいなと思って、その時東南アジア、っていうところに来てみて、すごく成長のポテンシャルを感じたっていうところと、あとはいろんな規制の、起業する時っていろんな規制が関わってくると思うんですけど、割と規制が少なくて、やりやすいというか、条件があって、で、マレーシアで最初始めたっていうのが理由になります。はい。じゃあマレーシアで2社目っていうことですか？起業して。そうですね。なんで2014年に1回目で、2018年に2回目の今回の世界マルシェを、やってますね。基本的には食に関わるような感じ、偶然というかその辺はありますか？お茶から。そうですね。その1回目から今までは結構つながりがあって、やっぱりその日本のお茶とか、日本の生産者のものを海外に輸出するときに、東南アジアはまだまだ未発達な部分が多くて、で、なかなか輸出がスムーズにいかなかったりとか、逆にこっちで買う消費者側がうまく買えなかったりっていう課題を現地で住みながら自分自身も感じてて、その課題をクリアしようとしていった結果、今の世界マルシェの形にたどり着いたみたいな感じですね。いいですね。じゃあその世界マルシェの形をですね、今度は今世界マルシェはこういう事業をやってますよ。実は日本で皆さんが日々食べてるものがマレーシアで食べれるようになってる一部分の要因はもしかしたら世界マルシェさんがあるからっていうことも言えるかもしれないですけど、その辺のプラットフォームですか？ご紹介いただけますか？はい、そうですね。世界マルシェは生産者と消費者をつなぐ産地直送の e コマースのプラットフォームなんですけど、日本の生産者さんだけじゃなくて、実はアジアの生産者さん、みんなが消費者に直接販売をできるプラットフォームになってます。なんで、日本の農家さんもいるし、マレーシアの農家さんもいるし、彼らが直接市場とか、いろんな商社とか中間業者を介さずに直接販売をできるプラットフォームになってます。なんで、その間の物流とかフルフィルメントって呼ばれるんですけど、注文を受けた後、お客さんに届くまでの、すべてのフルフィルメント業務っていうのを一貫して作ってる。で、特に生鮮食品ですね。運ぶのが結構難しいとか、東南アジアでは、ここの機能が未発達で、物が届かないっていうことが食品はかなり起きてるんですけど、この食品とか生鮮に関するものを作ってるっていうのが、世界マルシェの産直プラットフォームになります。いいですね。多分そういう恩恵を受けてる方、B2B がメインなんでね、ホテルとかレストランが
はい、ですけど。そうですね。はい。実際特に先ほどね、東南アジアの成長していくとか、課題みたいな話がありましたけど、例えば現地の当地ね、我々のレストランとか、ホテルの方がいいものを高く買って、いい品質で出そうみたいな、価値の考え方って、もちろん経済とか市場の成長に伴って成熟してくるものだと思うんですけど、その辺って最初戸惑いというか、利用者側に対する価値訴求って結構工夫が必要だったように想像できるんですけど、その辺はいかがでしたか？そうですね。まさにおっしゃる通りで、東南アジアってまだ産地直送っていうコンセプトはなかったんですね。なんで、世界マルシェが始まった約5年前は、産地直送って何みたいな感じだったんですね。で、日本だと例えば産地直送だとなんとなくイメージとして、より新鮮なものが届くとか、農家さんとか生産者の情報、ストーリーが分かって、より安心とか、安全なものが手に入るとか、あとは生産者さん側に直接還元してるみたいな価格もね、間で中間業者返さないのでっていう、イメージがあると思うんですけど、全くこっちってそれがなかったので、産地から直接買えるの何がいいのみたいな。そうですね。なので、その分、例えば早めにオーダーしてちょっと待たなきゃいけないとか、そういったちょっとしたデメリットに結構抵抗感があるレストランが多かったですね。ただ、コロナで結構変わったかなみたいなところはあって、皆さん輸入が止まったりして、国内のものに目を向け始めると、自分の国で一体何作ってるんだろうとか、どういうものがあるんだろうとか、結構生産側に目を向けるようになってきたりとか、あとは顕著に現れたのがやっぱりオンラインのサービスで、e コマースのサービスを使うようになったんですけど、食品に関してはやっぱり東南アジアはどうしても注文はするんですけど、結局物が届かないのが届いたけど腐ってるとか、産直なのに状態が良くないとか、っていうことで、結構その辺で課題が顕在化してきて、そこで結構産地直送っていう言葉が一気に広がったかなっていう感じはしますね。それはいい話ですね。結論かもしれませんけど、本当に必要なもの、足元を見直すってことにもなったし、バリューチェーンの価値、再編みたいな形もだし、ちょっとしたリープフロッグかもしれないですね。そうですね。はい。そして今はだいぶ人数も増えられて、50人ぐらいですか、社員の方。全部、そうですね。3カ国揃えると。はい。3カ国っておっしゃってたシンガポールのブランチが今終わりということで、同じようなオペレーションでシンガポールもされてるんですか？そうですね。まだちょっと始まったばかりなんですけど、同じやっぱり世界マルシェの作ってるのは、エンドトゥエンドのフルフィルメント、サプライチェーンなので、ここをシンガポールのお客様まで伸ばすというところを今やってますね。素晴らしいです。もう一気にね、急成長してるように感じも、資金調達もされてありますが、とはいえ、特に最初の頃、そのフェーズが変わればいろんな事業のチャレンジってあると思うんですけど、やっぱりローカルの方とね、特にマレーシアの方とね、お仕事するっていうのは、いろんな大変な部分があると思いますが、こんな想定もしなかったこととかあると思うんですけど、そういうアミさんでも愕然としちゃったとか、シェアいただけるようなストーリーございますか？もう最近はね、10年ぐらいいると、なくなっちゃって、あってもあんまり驚かない。体制がついてる。最初は結構ありましたね。例えば、電気がよく止まってとか、でもこういう時もろうそくを使って逆に楽しんでみたいな。あと、いきなり水が漏れてきて、水浸しになったとかいうこと、夜中の4時ぐらいにショッピングモールから呼び出されたことありましたし、あとはね、スタッフの子たちが突然来ないとかね、マレーシアあるあるかもしれないですけど、でもその辺も最近なくなってきたって、多分会社の規模に応じて成長度合いに応じてなくなってきたっていうのもあるんですけど、その辺はだいぶ受け止められる。あとはあれですね、きっと社員の方でも多分長くいらっしゃる方とかが、世界マルシェで働く意味とか意義とか、そういうのがあると、ローカルにだんだん伝播もしてくるじゃないですか。そうですね。そういうのも多分あるのかなと思いますけど。やっぱり集める人材が、オセロみたいなもんで、やっぱり周りが黒になれば黒になるし、周りが白になれば白になるし、みたいな。なので、いかにやっぱり会社のカルチャーにフィットする子たちをマジョリティで集めて
くるか。それが会社のある程度規模とか名前が知れてくるとやりやすくなるんですけど、やっぱ最初の1年2年は本当に誰も知らない会社で、しかも日本の会社なので、会社のことをみんなが知らない中でどう欲しい人材を集めていくかっていうのはかなり苦労しました。はい。やっぱ採用大事ですもんね。そうですね。はい。そういうオセロの話はすごくわかりやすいなと思って、なんかそういうのがこう語れるところまで来てらっしゃるっていうのが非常にね。でもまだやっぱりね、その採用の部分は一生の課題かなとは思ってます。永遠の課題ですよね。辞めちゃったりとか。なんかこうあれですか、こうちょっとインセンティブとか給料を高め、なんかその辺とかコツもあるんですか、同じ業界とかの中で。そうですね。まあ給与水準は多分同じ業界と比較するとじゃあ高い方だと思いますね。ただその分やっぱりちゃんと成績を出す子にきちんと還元していくというスタイルではあります。その会社が大きくなってブランドっていう意味ではね、ケール走ってるトラック見る機会もありますし、はい、ありがとうございます。はい、そういう意味ではね、なんかやっぱりこう目に入ってくるようなものとかの浸透度ってやっぱり大きいじゃないですか。そうですね。だからそういう活動がどんどん広がっていくと、まあシンガポールでもね、いいですよね。そうですね。その辺が、その B2C のサービスだったら結構採用も会社が多くないんですよ。こうタッチポイントが増えてくるんですけど、じゃあまあ B2B のサービスになるので、どうしてもやっぱりなかなかこう一般消費者の方に接することが多くなって、っていう意味でやっぱり採用もまだまだいろいろこう仕組みも含めてやっていかないといけないなっていうふうには思ってます。わかりました。そういう思いも込めて、亜美さんが世界マルシェを通じてやっていきたいこと、これからの世界マルシェどうなっていくかっていうのを、最後にぜひお伝えいただければと思います。私たちのやりたいことってすごくまあシンプルで、まあ、生産者とそれを使う最終消費者の方々、まあ今レストランが思うんですけど、によりサステナブルなこうサプライチェーンをもってしてこう成長していってほしいっていう、まあ私たちも含めてなんですけど、っていう思いなので、パッションのある生産者の方とか、あとパッションのあるコンスーマーの方たちにはもっともっと使っていただけるサービスにしていきたいなと思ってます。まあ今シンガポールとマレーシアが消費側ですけど、まあ日本も生産者の方どんどん今増えているので、ぜひパッションのある生産者の方、日本にいらっしゃったら気軽に世界マルシェに連絡をいただければと思います。ありがとうございます。食についてはね、その永遠にこう食ってもう僕らの日常に切って切り離せないものですから、今ね、亜美さんおっしゃるように、日本でこれ見てるね、生産者の方というか生産者につながりがあって、海外にな、自分たちがこう愛情を込めて作ったものを出したいなっていう方とかね、いらっしゃれば、世界マルシェさんのね、亜美さんの情報は全部概要欄に載せておきますので、ぜひそういう機会になれば嬉しいですし、やっぱり消費する側としてもですね、まあ我々日本人、外国人として、まあご縁あってマレーシア住んでますけど、キャメロンハイランドの野菜とか、こういう農家のっていうと、僕は結構ファンなので、これ世界マルシェですかみたいなこと聞きますが、まあそういうことがね、どんどん世の中的にも広がってくるとね、そういう恩恵もね、我々消費する側もそうですし、プラットフォームとしてこう流通する方もそうですし、なんかそういう世界観にね、こうみんなでこうなるように、応援をし合うような、そんな風になっていければなというふうに思います。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。今日はですね、クアラルンプール、この世界マルシェさんの本社でいいんですよね、マレーシアの。マレーシアの、はい、そうです。でお邪魔してですね、貴重な時間をいただいて、杉山亜美さんに多くのですね、経験談、それから今後に向けてを語っていただきました。このチャンネルですね、引き続きこういう事業家の方、機会があれば対談もしていきたいと思ってますし、もしね、また少し時間が空いて、機会が許すんであれば、世界マルシェさん、今どうなってますよ、みたいなことにですね、反応を見ながらやらせていただければありがたい次第です。改めて今日は亜美さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。